にちは。東高円寺にある中華名菜専用オーナーシェフの山田と申します。よろしくお願いします。今日はですね、ご家庭で簡単に作れる四川麻婆豆腐をご紹介したいと思います。こちらが材料ですね。木綿豆腐大体 300g ですね。そして豚ひき肉でトーチーも市販されてます。市販されてるトーチーは1回水でさっと洗っていただくと、いいですね。たまに砂がついてたりとかするので、それをさっと水で洗っていただいて、それでペーパーとかでちょっと拭いてもらう。そして甜麺醤で醤油で、こちら豆板醤ですね。市販されてる豆板醤で全然大丈夫です。でラー油で、こちら長ネギ3分の1本で、分けネギですね。分けネギは青いところです。分けネギはですね、葉ニンニクの方がいいんですけど、葉ニンニクだと年中を通してあるわけでもなく、たまに時期によっては硬い部分が入ってくる時もありますので、一番手に入りやすい分けネギでやっていきましょう。あとニンニク、生姜ですね。では作っていきたいと思います。よろしくお願いします。豆腐は2分の1、そして3分の1、自分で考えてみて、ここ4分の1でもいいんですけど、ちょっとちっちゃくなりすぎるかなということで3分の1でいきましょう。大体これだと4分の1ですね。あんまりちっちゃく切っちゃうと豆腐がくずっぽくなってしまうので、ある程度主張するような大きさですね。大体 1.5 センチ角ぐらいですかね。長ネギは大体3分の1本分です。もうそんなに細かくなくても大丈夫です。ざっくりで大丈夫です。をみじん切りにしていきます。2分の1本分になります。で、薬味のニンニクと生姜ですね。これも大体みじんで切ってみましょう。ちょっとね、今日はニンニクが大きいので、ちょっと2かけだとニンニク多すぎてしまうので、1個でいきましょう。お湯に豆腐を入れていきます。で、お豆腐を茹でるときはあんまり沸騰させないようにポコポコいうぐらいのお湯ですね。湯で入れていきましょう。このぐらいですね。このぐらいになったらこの鍋に移しておきましょう。ここで余熱で豆腐がふっくらするまで置いておきます。油を大さじ 1.5 ぐらいですね、入れます。この油でいろんな材料を炒めていくので、ちょっと多めぐらいに入れてください。豚ひき肉、ひき肉を入れたら弱火にしましょう。
焦げたところもうまみになりますね。後でスープを入れて一緒に煮込んでいきます。で、全部赤い部分がなくなりますね。しっかり火が通ったので、じゃあ薬味を入れていきますね。薬味を入れたら弱火で香りがしっかり出たら、ここに豆板醤大さじ1、甜麺醤ですね。豆チーこれをよく炒めます。麻婆豆腐を作る時のポイントは、この豆板醤の調味料をしっかり炒めることですね。この油に調味料のうまみを移す。中華料理は油にうまみを移すのが、コツになりますので、そしたらここまで炒めたら油が透明になってますね。そしたらここにスープを入れます。スープは 150cc ですね。一応分量通りのスープは入れたんですが、これは煮込んでいくので、その時の感覚でもうちょっと入れた方がいいですね。スープはスープがない時は水で大丈夫です。水でも全然大丈夫です。強火で沸騰させると豆腐に酢が入ってしまうので、ポコポコいうぐらいの加減ですね。それで煮込んでいきます。そうですね、このぐらいですね。そしたら醤油ですね。醤油はちょっと少しにしておきましょう。最後調味料が全部入った後に味見してみて、ちょっと足りないようだったら醤油を足しましょう。これこういう煮込み料理っていうのは最終的に分量ではなくて、その時の味で結構変わってくるので、その煮詰め方でしたり、どれぐらい煮込んだか、そういうのでも全然変わってきます。そしたらね、仕上げ間近になったら胡椒ですね。でここで太い片栗粉、大体大さじ、溶いた状態で大さじ 1.5 ぐらいですね。片栗粉を入れたらできるだけ強火にしましょう。強火にしないと片栗粉が生のまま食べることになってしまうので粉っぽくなります。お腹も壊しちゃいますね。強火でやりましょう。ちょうどいいですね。ラー油は大さじ1.5、鍋肌から入れていきましょう。これは焦げた時の香りを中に入れるということですね。鍋肌から焦げていきますので、うまみです。
瞬間にもう香りが放ってられますね。だけど入れすぎるともうしびれて食べれなくなってきますので、ちょっと気をつけてくださいね。いいよ。で、仕上げに山椒を入れましょう。これはもう本当お好みでかけてください。